皆様こんにちは、ガモーレです。先日7月24日の日本時間午前3時、サンディエゴで新作のティザー PV が公開されました。その名も機動戦士ガンダム RG アレックスゼロ。キービジュアルではオッドアイに右腕が有機生命体のような形状をし、さらにマントを羽織ったガンダムが映し出され、見た瞬間肩の形状がゴーストガンダムかなと感じたり、クロスボーンガンダムを連想しつつ、明かされた世界観からちょっとダークヒーロー的なイメージでブラックゲッターを連想してしまいました。皆様はどの機体を連想しましたか？そんな衝撃の新作アレックスゼロについて、今回は公開された PV や関連情報からわかる本作の内容について解説考察していきましょう。1、物語の全体像。まず本作の物語の舞台は宇宙世紀ではなく、新たな時間軸のアフターアポカリプス。太陽系の外からの恒星間飛行可能物体により、人類は3つの力を手に入れ、一気に繁栄しました。しかし10年後にはこれが暴走してアポカリプスと呼ばれるようになり、人類は戦いの末に地球を放棄し、この年をアフターアポカリプス元年と記録しました。そして45年の時が経ち、安住レイとガンダムゼロを中心にした物語が繰り広げられるという内容です。そして先月、ゲームローグオービットが発表されていますが、ゲームの方はアレックスゼロから90年後の世界を描いた話ということが判明しています。では実際この2つをつなぐ物語の全体像はどのようになっているのでしょうか。まず人類が手に入れた福音とは、重力を操る力、光を超える通信、そしてマテリアライズの3つ。まず重力を操る力について、 PV では地上の住居地らしきところの上をガンダムゼロが飛行しているような描写が描かれていますが、重力を操る力を得ているということから、この世界のモビルスーツは空中を自由に飛び回ることができる。また急激な姿勢制御なども容易に行えるということが考えられます。このシーンでは RX0 の影が映っていますが、完全にモビルスーツの全身が映っているので、巡航形態でもないこの状態でも真横に飛ぶことができるということを示していると考えられそうです。またゲームローグオービットのシーンを見てみると、様々なシーンが出てきますが、中でも砂漠地帯で戦っていて、地面に何かの残骸が落ちている、つまり重力がある状態なのに、ファンネルが空中に浮遊しているため、この世界ではファンネルのような遠隔誘導兵器も重力を自由に操作することができるので、支障なく使えるという設定になると思われます。福音の2つ目、光を超える通信というのは、これはどこからでも通信ができる環境になっていて、地球を奪還するための戦いにガンダムが単独に向かったとしても、コロニーや月面などから通信で指示を出すことができるということを意味しているかもしれません。ただし PV では接続ブロックと表示されているので、専用回線を利用しなければアポカリプスに見つかるリスクがあるとかで、通常のインフラは遮断されている世界なのかもしれません。そしてマテリアライズについて、 PV ではマテリアライズとしか書かれていませんが、公式ホームページではこれはイメージを物質化する技術と書かれています。またインタビューではシリコン生命体と人類の戦いと言及されています。シリコンといえば半導体などに使われる材料でもある。シリコンイコールケイ素でできた生命体は硬質なので、モビルスーツの装甲としても殴り合っても不自然ではない設定として、シリコン生命体を選んだと考えることができそうです。しかもイメージを物質化できる上に、シリコンがベースだとモビルスーツの中の電子デバイスまでアポカリプスが形取ることができるということになると思われます。ここで気になるのが本作の世界のテーマについてです。従来のガンダム作品は基本的に人と人の思想のぶつかり合いが中心でしたが、本作はガンダム00の劇場版のように地球外生命体との戦いということで、一見往年のガンダムらしくないテーマのようにも感じられます。ではなぜこのテーマになったのでしょうか。昨今の世界情勢の中で、従来のガンダムと同じように思想のぶつかり合いの戦争を描くのが難しかったのかなとも思いましたが、地球外生命体との戦いを選んだ理由は何なのかということを考えた時、実はこれはただの地球外生命体との戦いなのではなく、昨今の AI 技術の進化に結びつけた物語なのではないかと思いました。というのは、本作は
太陽系外からやってきたシリコン生命体が10年の時の中で人類の技術を学習し、一つの生命体でありながらモビルスーツや戦艦などを自分で形取ることができるところにまで成長して暴走した。つまり無垢な電子デバイスの原石であるシリコン生命体が硬い外核を持つモビルスーツの見た目に加え、内部の制御デバイスまで全てを自律的に作り出せる AI として10年の時の中で進化して暴走するという、昨今の AI 技術の進歩の先に AI が暴走したというテーマの作品と解釈することもできるのではないでしょうか。なおゲームローグオービットの PV ではモニターで各地の様子を見る謎の少女が映し出されていて、最後に私を見つけてと言っています。つまりシリコン生命体が人類の AI や電子制御技術を学んで進化し暴走していった生命体ということであれば、その少女がその進化を促した AI に関する部分をリセットする鍵を握っていて、それをアポカリプスに流し込むことができれば、アポカリプスが学習した AI をリセットして全てを平和な状態に戻せるという風に解釈することもできるのではないでしょうか。ちなみに福音の対になる言葉は黙示録、英語でアポカリプスです。面白いことにこれは現実世界で同じ構図が起きています。2015年 Google の自動運転を作っていたエンジニアが AI を神として崇める宗教団体を本当に設立しました。名前は Way of the Future、 未来への道。彼らは独自の福音書まで作ろうとしていました。理由は十分に進歩した AI が事実上の神になるから。一方で昨今では AI の暴走を AI アポカリプスと呼ぶ言葉も定着しています。福音と黙示録、つまり本作は現実世界の AI の福音と黙示録という同じ2つの言葉で語っているのです。そもそも本作はガンダム発祥の日本ではなくアメリカのサンディエゴで発表されました。ガンダム作品が世界に拡大しているとはいえ、世界に対して挑戦しようとするとそのテーマ選びはかなり慎重になると思われます。その中で AI の福音と黙示録は今後の現実の世界全体に対する共通の課題でもあるので、これをテーマとして選んだと考察することもできるのではないでしょうか。キービジュアルには未来を書き換えろと書かれていますが、これもこのように考察すると AI を暴走しないように書き換えろという風にも読み解けます。ちなみに英語版公式サイトを見ると3つの福音は3リベレーションズと書かれています。福音は英語でゴスペルですが、そうではなくレベレーションイコール啓示。聖書のヨハネの黙示録そのもので聖書における対比が明確になっています。ヨハネの黙示録は世界が一旦終わり、その後新しい世界が来るという世界のリセットと再生の話ですが、本作の物語であるアポカリプスにより地球を失う、つまり世界が一旦終わりアフターアポカリプスの世界で地球を奪還するという再生の物語なので、ヨハネの黙示録が参考になっている可能性がありそうです。水星の魔女の時は元ネタがテンペストではないかと言われていましたが、本作も物語の内容がもう少し明かされたらヨハネの黙示録をなぞって考察するのも面白そうです。2. 安住レイとガンダムゼロ。本作の主人公アムロレイならぬ安住レイと主役機ガンダムゼロが公開されました。また PV ではどことなくゼクスにも見えるキャラクターとその人物の登場機と考えられそうにも見える赤いガンダムが出ていたり、どことなくガンダム00のフェルトグレイスにも見えるヒロインらしき新キャラクター。過去の作品を連想させる名前やデザインのモビルスーツやキャラクターを匂わせる本作ですが、安住レイはどんなキャラクターになるのでしょうか。モビルスーツの性能は一体どのようになるのでしょうか。地球を失って45年後、アフターアポカリプス45年。主人公の安住は両親をアポカリプスに奪われた繊細孤児とされています。声優さんは水星の魔女のラウダニールなどを務められた大塚健夫さん。安住はアポカリプスの襲撃で両親を失った繊細孤児とされていますが、見た目はガンダム作品でよくある17歳前後といったところでしょうか。ただ公式ストーリーには月面で一人の少年安住レイが目を覚ますと書かれていて、目を覚ますという表現からアフターアポカリプスの新時代に生まれた17歳前後の少年ではなく、コールドスリープなどから目覚めたもっと過去を生きてきた少年と深読みすることもできそうです。そして安住の登場機が対アポカリプス用の最新鋭機
アレックスゼロ、ガンダムゼロ。初期装備では、頭部にバルカン砲らしき形状が見られるほか、宇宙空間らしき場所でビームサーベルを構えて、軽やかなステップで移動する描写が見られます。復員により重力制御が可能だからこそできる動きなのではないでしょうか。また、コックピットビューを見ると、前転周囲モニターになっていて、グリップは左手は横型グリップで、右手は縦型グリップになっています。ガンダム作品で左右非対称グリップは珍しい印象を受けますが、もしかしたらローグオービットではゲーム専用コントローラーの発売を計画していて、このような形状にしている可能性もありそうです。ビーム兵器らしき攻撃を両腕のシールドで受け止めていて、この時ビームが拡散する描写も見られるので、両腕についているのが対ビームコーティングがされたシールドだと考えられます。そして PV 後半ではオッドアイになり、右腕が異形の形になり、左腕には包帯をぐるぐる巻きにしてマントを羽織ったガンダムゼロが登場。これがおそらくシリコン生命体の力を取り込んだ状態だと思われます。キービジュアルだと、この右腕の前腕部が意味のわからない曲がり方をしているので、かなり柔軟な可動域になっているようです。グラフィック上は関節部があるようには見えませんが、別のシーンでは他のモビルスーツの頭部を引きちぎると脊髄のようなものが出てきているので、多関節構造になっているのかもしれません。また包帯のようなもので巻かれている箇所は装甲の一部が右腕のように黒くなっていて、シリコン生命体の能力を取り入れることができるようになっていると思われます。福音の3つ目にイメージの物質化技術というものがあるので、これを用いることでアポカリプスに対抗するために最適な装備や外観を安住がイメージをしてこのように変貌している可能性がありそうです。安住がどのようなキャラクターなのかはまだ分かりませんが、アポカリプスの襲撃で両親を失った繊細孤児という立ち位置からアポカリプスに対する憎悪でガンダムゼロが変異したのがこのオッドアイの姿なのかもしれません。またラウダのように急に暴走する姿が見れるかもしれませんね。異形の右手でモビルスーツの脊髄のようなものを引きちぎっている描写から見て、このシリコン生命体が人類の科学技術を覚えて暴走した AI だと仮定するなら、制御デバイスが人間の脳と同じく頭部に格納されていて、そこさえ切断してしまえば機能を失って動かなくなるとか、そういった設定もあるかもしれません。ガンダム00のエルスの場合はどこであろうと取りつかれてしまったら最後という形でしたが、本作では制御部分を潰せば動かなくなるとか、アポカリプスにも弱点がありそうです。とはいえアポカリプスが学習をして制御部分を体の様々な箇所に分散すれば、頭部を破壊しても倒すことができなくなるので、アポカリプスも進化していくと考えられそうです。ちなみにガンダムゼロはビームサーベルを持っていて、90年後のガンダムヘリックスは実体験を持っています。ヘリックスはメタ的な見栄えの良さを重視したといった点もあるかもしれませんが、シリコンは融点が非常に高い、つまり高温への耐性がかなり高く、逆に衝撃に対して弱いという特性を持っています。そのため90年後の世界ではファンネルなどビーム系の武装も搭載していますが、巨大なシリコン生命体を倒そうとするならエネルギー消費の激しいビーム兵器よりも実体験で叩き切る方が効率が良いと判断されているのかもしれません。3. アポカリプスとローグオービット。 PV ではローグオービットにおけるアポカリプスの設定映像も公開されました。アニメ版のアポカリプスはシンプルなモビルアーマーに足が生えたような外見で、ゲーム版ほどのモンスター感はありません。ただ PV には他にザクのようなモノアイのモビルスーツが登場していて、このアポカリプスはザクと同じくモノアイで、初代ガンダムに登場したビグロのようにも見えるシンプルなデザインになっています。この点からアレックスゼロの中で登場するアポカリプスはザクのようなモビルスーツを学習して暴走した個体のようにも見えます。しかしゲーム版ではもはや人間とはかけ離れたまがまがしさを感じさせるデザインになっていました。ゲームでは背景が宇宙のような景色になっていることから、どこかのコロニーや宇宙における建造物の中のように見えます。また他の画面写真だと砂漠地帯ですが、空が煙で覆われたようになっていて、地球ではないどこか別の星のようにも見えます。またローグオービットの PV では地球ではサイレンではなく季節が時を告げていたとされています。
そのためアレックスゼロはシリコン生命体の暴走を食い止めて地球を人類の星として取り戻す物語が描かれ、しかし人間によって進化してしまったシリコン生命体のアポカリプスは消えることはなく、しかも惑星を移動することができる性質を持っているので、地球を追われたアポカリプスが別の星で増殖し、ローグオービットではそれらを倒すために戦う物語という風になるのかもしれません。ということで以上、新作アレックスゼロのティザー PV からわかる解説考察でした。最初公開された PV を見て、人と人の思想の違いで争う内容の作品ではないガンダムということで、何とも言えない違和感を感じたのですが、いろいろと情報を整理してみると、実は近代的な世界共通のテーマを根底に据えているのではないかと感じました。また本作は宇宙世紀ではない新たな世界軸ですが、過去のガンダム作品のキャラクターや名前などの連想を感じさせる作りになっているので、これを機に世界のガンダムファンがさらに増える良い作品になってほしいと思いました。ぜひ皆様が新作に期待することもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。余談ですが、ヨハネの黙示録には4騎士が登場します。ホワイトライダー、レッドライダー、ブラックライダー、ペイルライダー。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。